今回は久しぶりの韓国旅行、楽しい旅行の始まりと言いたいところだが、仕事とプライベートの切り替えができないまま、搭乗時間までハンバーガー片手にスマホで残党を片していきます。そんな今日は平日なので、上司や後輩は仕事に追われている中、私は韓国に向かおうとしているのは若干の罪悪感と背徳感を感じながら順次返信していきます。上司、ごめんなのだ。ってことで仕事とともにいざ機内へ。インチョン空港到着。やばい、エデン来たわ。機内だと取引先からの電話を気にする必要がない分、作業効率が鬼ほど高まって全ての仕事を無事に終えれました。さて、荷物を持ってタクシーでもうずーっと行きたかったパラダイスシティホテルへ向かいます。皆さんパラダイスシティホテルって知ってますか？このホテルネットフリックスに入ってる脱出お一人島のロケ地でもあって、屋内外プールやサウナ、カジノ、遊園地、レストランを備えた韓国初の統合型リゾートなんです。去年だか一昨年だかに脱出お一人島を見て以降、もうずっとパラダイスシティホテルに泊まりたいって思ってたので、ついに念願叶っちゃいます。このお一人島では無人島に集まった独身男女が真実の愛を求めて共同生活をするので、そこ彼氏などと来たかったのですが、ご覧の通りお一人です。でもお一人島みたく韓国で真実の愛を見つけてお一人様じゃなくなるかもですけどね。ごめんあそばせ。なんと空港からホテルまでのタクシーでぼったくられるというトラブルに遭遇。マジか。3分で着くところを遠回りされて15分も移動しました。いやー、焦ってカカオタクシーを利用しなかったことを後悔しましたね。皆さんはカカオタクシーっていうアプリを使ってぼったくらない安全なタクシーを確実に呼びましょう。そんな関夜で到着。やば。入ったら目の前にはギリシャ神話に出てくるペガサスが神々しい。エントランスには日本人にも人気な草間なんたかさんの大きな黄色のかぼちゃのオブジェが。このホテル内にはなんと3000点以上のアートがあるとか。お部屋に行く前に予約したスーパーへ。過酷な労働により凝り固まっていく体は心が頑固になることを伴う。老害回避のためにはこの一番高いコースで体と心を優しくいたわるのが必要なんだという大義名分のもと、自分に特別な褒美を与えます。カウンセリングから始まって5種類のオイルの中から今日の施術で使うオイルを選びます。これその日に惹かれる香りで体の弱くなってる部分とかを診断するらしい。バスローブに身を包んで雑なルームツアースタート。お部屋はこんな感じ。綺麗。おしゃ。トイレとそれから洗面所はこんな感じ。サウナルームラグジュアリーだし。ってことでスパ受けてきまーす。もうね、パラダイス。激務により生活が破綻しかけ、張りが失われ、顔色がくすんできた桜子でしたが、なんということでしょう。匠により健やかなお肌が蘇りました。いやー、日頃の肌ケアもサボりがちなのでプルップルになって大変に喜ばしいですね。出されたお茶とお菓子を食べたらチェックインしてお部屋へ移動します。お部屋やば、最高に綺麗ね。これはマジで労働頑張ってきた甲斐あった。お風呂もでかー。隣はシャワールーム。大きい鏡にテンション上がりまくりですね。ただ化粧水とかのアメニティとあとパジャマはなかった。5つ星だろうがビジホだろうが年々アメニティはなくなってきた感じしますね。トイレはこんな感じ。さてテンポいいね Vlog を目指してるんで、そろそろ夜ご飯に向かいますか。このホテルのアンバサダーはパク・ソジュン氏。ただただ顔がいいね。好き。
ちなみに私はチャウヌ推しです。男にそんな興味ないんだけど、疲れた時にはいつもウヌを拝んでいます。ウヌは顔面国宝なんで。知らない方マジで見てください。さあ話を戻して、タクシーで予約してるミシュランのレストランに向かいます。いやー楽しみだわ。あんたたち今日はたっぷり自分を可愛がるわよ。イエQuand t'es venu dans la rue inconnue 1時間ぐらい揺られだいぶ都心部へ。街のハングル語にテンション上がるよね。たぎるわ。さて、ジョンシュクタンに到着。ソウル一の高級エリアチョンダムドンにあるモダン韓国料理レストランで、なんとミシュラン一つ星に選ばれてます。店内はこんな感じです。外国人率はかなり高めですね。メニューはこんな感じ。とりあえず一番高いコースよな。いやだってもうね、今日は自分へのご褒美の日ですから。大富豪に俺来ました。美味しそう。メニューは魚のなんかたこ焼き、ビーフトースティッド、キムチフライ、トラディショナルな飲み物です。すいません、英語も韓国語もわかんなくて理解に至らずです。あ、でもこれはわかります。甘くてフルーティーなお酒をって注文して出てきたのがこちらです。いやーやばいね、テンション上がりますねこれは。ってことでいただきまーす。美味しい。幸せですわ。さて最初は茶碗蒸しに似た料理を食べてみます。なんかよくわかんないけど美味であることは確か。 Quand t'es venu dans la rue inconnue 辛いものもなくバカバカ捕食していきます。続いては黄身とサーモンとクリームチーズとキャビア。とっつぁん、こいつは今世紀最大の美味しさですよ。だってサーモン、クリームチーズ、キャビア合わせんの罪じゃない。からのアワビですよ。おい、このコンボ許されるのか。ダメだって分かってやってんのか。もしやこれはあれか。彼女いるのにハグとかしていいの？てか彼女さん今日の飲み会のこと知ってんの？うるさいとか言ったらダメじゃん。とか言って浮気する大学生くらい許されない罪深さですよね。平常心を取り戻しまして、続いてはキンパでございます。いや韓国来たって感じ、急に来たわ。パリッパリに焼いた海苔とふわっふわのご飯でできたキンパにエビを乗せて楽しんでくださいとのこと。これはけしからん。マジで美味しいです。こちらは出汁で味付けたもう言葉なんていらないだろ。まあね、こちらが何かっていうのをお伝えしたいんですけど、詳細を伏せて興味を引くことで来店を促したいんですよ。私ここのアンバサダーなんで。そして最後は大量のデザートとパンプキンティーが来ました。私パンプキンティーって初めて飲んだんですけど、めちゃめちゃ美味しいです。これだけ甘いものが連続してるのにちゃんとパンプキンの味がするんですよね。いや美味しいこれ。ってことでごちそうさまでした。いやー極上でしたね、ほんと。さてさて夜はこれからですよね。ってことで次に向かったのはナイキカンナム店。世界にたった一つだけのナイキが作れるって聞いて、もうワクワクしながら行ったんですけど、今日の受付は終了したとのこと。いや甘かったですね。当日予約が必要なのは知ってたんで、ワンチャンいけるかなって思ったんですけど、この時間はダメでした。また明日リベンジします。ただ次の場所に行く前に水着を持ってき忘れてたので、店員さんが選んでくれた水着を購入。買ったやつがこれ本当に水着かなって感じだったんですけど、明日ホテルのプールに入れば水着かどうかわかることでしょう。ということで次に向かうのはハンガンは夜になるとラーメンやチキンを食べる人で賑わう場所で、韓国に来たら絶対行きたかったとこ。見てー、めっちゃ綺麗じゃない？てか数時間前は雨だったのに止んでくれました。ガチ晴れ女。いや自分のこともっと好きになるわ。ハンガンも広いので、事前にハンガンのどこら辺に行きたいかを調べた方が良さそうです。それから本当に寒いです。でもカンドラのようにここでラーメンを食べたいので、ハンガンラーメンのために耐える覚悟でごわす。
さて事前に調べておいたラーメンを作れるコンビニへ向かいます。が作る機会がないだとわざわざググらんでも見つかるっしょ。と思い、一人勘に頼って探してみたけど全然見つからず、最終的に人に聞いて連れてってもらいました。なんと聞いてびっくり、ここまでで1時間半もかかってしまいました。なんて効率の悪い愚か者なんだろうと思った方、私が一番そう思ってます。マジでアホ。やっと機会を見つけて普通に感動しました。早速店内で袋ラーメンを選んでレジへ。レジでは箸とバーコード付きの専用カップをもらって、いざ初めてのラーメン作りへ。やばい、手がかじかんで入れれん。機械にバーコードをスキャンしてスイッチオン。おー、お湯出てきた。すごっ。現地カップルだらけです。悲しいことに一人なの私だけです。他の人は彼氏が彼女の分も作ってあげて、彼女は座って待ってますから。でもまあこちらは完全に疲れて冷え切った体に熱々のラーメンという最高のコンディション整ってるんで、はい、俺の勝ち。完成したラーメンを持って川岸へ移動します。この1週間ついに待ち望んでいたハンガンラーメンの時間がやってきました。上司からの圧力やおつぼね様のご機嫌ジェットコースターに振り回されながらも、この瞬間を信じて乗り越えてきた。現在時刻は12時45分。憧れのハンガンラーメンは目の前です。いただきますからいやー、最高のコンディションで景色も最高ですね。川の音が心を本当に落ち着かせます。なんかただ川を見ながらラーメン食べるだけなのに超心が穏やかになるわ。いやー、これは経験しないとわかんない感動だと思います。寒かったので酒は買わなかったんですけど、やっぱり飲みたくなったので買ってきました。ってことでいただきます。美味しい。この時間この場所に女一人はなかなかに危ないので真似はしないでほしいんですけど、今めちゃくちゃ幸せ感じてます。だってあまりの幸せさにふと過去の困難を振り返り出しちゃって涙出てきましたもん。いや、本当にいい空間です。寒い。さすがに限界感じるのでタクシーでホテルに帰ります。本当はね、クラブとか行く予定だったんですけど、もう疲れ果ててるし、ホテルでのんびりしたい気分になっちゃった。まあまだね、ホテルでやりたいこともあるんで。タクシー2機150キロとかいう猛スピードで走り出してきて、ワイスピ始まってんだけどね、事故ったら即死だろこれ。カメラにシーンになるかもしれない映像を収めていきます。遺書も書きたいけど、この運転の荒さでは書けそうもない。マジでやばい。いやー、今年マレーシアに行った時遺書書いたことを思い出すわ。フラッシュバックしてきた。まだスマホに残ってるけど、あの時と伝えたいことが違うから書き直しさせてくれ。あの時は誰も悲しまないような言い分で死んだことを隠してほしいだったけど、今回は隠されたら困るよこれ。フラップラになりながらホテルに到着。本当は帰ったらカジノに行って金を倍にして帰国する予定だったけど、そんな体力。即部屋に向かいお風呂をためることに。明日は可能な限りホテル散策してナイキカスタムリベンジや行きたかったご飯屋さんに行きたいと思います。ということで見てくださった方ありがとう。楽しんでくれた方、また見たいなって思ってくれた方はチャンネル登録、高評価、通知オン、それから X のフォローお願いします。桜子のモチベはあなたにかかってます。概要欄とかもぜひチェックしてください。ってことでまた次の動画でお会いしましょう。